皆さん、こんにちは。みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語勉強中の方向けにお届けしています。日本の文化や私が日々の暮らしから感じていることや体験したことなどを日本語で話しています。スクリプトはホームページに無料で公開していますので、よかったらそちらも見てくださいね。はい。ということで、今日は笑い方のオノマトペについて話したいと思います。前回のポッドキャストで、くすっと笑うというお話をしましたよね。4コマ漫画の4コマ目には、くすっと笑えるオチが来るっていう話ね。前回のおさらいですが、くすっと笑うというのは、小さく控えめに笑うことです。思わず笑ってしまうような、微笑む感じの笑いです。大声で笑うのではなくって、音を抑えて軽く笑うニュアンスがあります。例えば、友達が冗談を言った時なんかに使えますよ。彼のジョークを聞いて思わずクスッと笑ってしまった。みたいな感じで使えます。はい。皆さんは日本語の笑いに関するオノマトペをいくつ知っていますか？ふすっと笑う、ニコニコ笑う、ゲラゲラ笑うなどいろんな表現があります。これらが使えると笑いに関する表現力も豊かになります。皆さんが笑い方のオノマトペを使えるように、それぞれの違いや使い方について詳しく説明していきますね。雨のオノマトペや動物の鳴き声のオノマトペなど、オノマトペについては過去のエピソードでも何度かお話ししています。よかったらそちらも合わせて聞いてみてくださいね。はい。まずはじめに今日はそもそもオノマトペって何っていうところから改めて話しますね。知ってるよという方はタイムスタンプのところからここをスキップしてください。オノマトペとは、音や動きを表す言葉のことです。日本語にはとても多くのオノマトペがあります。日本語のオノマトペは大きく分けて擬音語、擬態語の2種類があります。擬音語は実際に聞こえる音を表す言葉です。例えば、雨が降る音はザーザー、風が吹く音はヒュー、お腹が鳴る音はグーグーという感じですね。一方で擬態語は音がない動作や感情を表す言葉です。例えば、ニコニコ、ドキドキ、ワクワクなどがあります。これは実際に音は発生してないですよね。笑いのオノマトペは基本的に擬態語に分類されます。日本語のオノマトペは感情より具体的に伝えるために使われることが多くって、会話の中でとても役立ちます。例えば、彼はニコニコしていたといえば、単に笑顔でいたことが伝わるだけではなくって、穏やかで楽しそうな雰囲気までも伝わります。日本語のオノマトペはバリエーションが本当に豊富です。同じ笑うという動作でも、笑い方やシチュエーションによって使い分けることができます。くすは静かに小さく笑うとき。ゲラゲラは大声で豪快に笑うとき。ニヤニヤは意味深な笑い方をしているときに使います。それでは早速代表的な笑い方のオノマトペを紹介していきますね。はい。まずはニコニコです。ニコニコは声を出さずに優しく微笑むときに使います。楽しい気持ちや嬉しい気持ちを表すときにぴったりの表現です。例えば、
彼女はプレゼントをもらってニコニコしていた。これは彼女がプレゼントをもらって嬉しくて笑顔になっていることが想像できます。それから彼はニコニコしながら私に近づいてきた。これは大好きな彼女が前の方から自分の方にやってくるので嬉しくて笑顔になっているんだろうなって想像できます。はい。では次はゲラゲラです。ゲラゲラ笑うとは大きな声で豪快に笑うことです。笑いを抑えずにお腹を抱えて大声で笑うイメージがあります。こんなニュアンスがありますよ。とても面白いことがあって大笑いする。遠慮せずに大きな声で笑う。周りにも笑いが伝わるような明るい笑い方。ゲラゲラ笑うは思わず声を出して笑ってしまうような場面でよく使われます。面白い話やギャグを聞いたとき、コメディ番組を見たときなど、自然に大声で笑う場面でよく使います。例えば、娘は隣でコメディ映画を見ながらゲラゲラ笑っている。これはコメディ映画がめっちゃ面白いんでしょうね。横でゲラゲラ笑っていたら私も見たくなります。はい、それからクスクスです。クスクスはクスッと似ていますが少し違うんですよ。控えめな笑い方ですが、クスッと違い少し長く笑い続けるイメージがあります。それから、クスクス笑うは、声を抑えてこっそり笑う場面や、ちょっとおかしいと感じたときに、軽く笑う場面でよく使われます。また、こそこそと笑うというニュアンスが含まれていることもあって、時には人をからかうような笑いや、ひそひそ笑いのように受け取られることがあります。例えば、こんな風に使います。彼の失敗を思い出してクスクス笑ってしまった。これは彼が面白いことを言ったのを思い出して静かに続けて笑うようなイメージです。はい。それからさっきちらっと出てきたひそひそ笑うについてです。ひそひそ笑うとは周りに聞こえないように小さな声で笑うことを表します。ひそひそは小声で話すという意味もあるので、ひそひそ笑うはこっそりと控えめに笑うことを表します。ニュアンスとしては、周りに気づかれないように笑う。こっそりと秘密の話をして笑う。何かをからかうように笑う。という感じです。クスクス笑うと似ていますが、ひそひそ笑うには、ひそひそ話すように笑うというニュアンスがあります。ですので、影でこそこそ笑うという印象を与えることもあるので、使うときは注意が必要です。例えばこんな風に使います。電車の中で後ろの席の人がひそひそ笑っていて気になった。これは後ろの席の人がもしかして私のことを見て笑ってるんじゃないかなって気になっている様子ですね。ひそひそ笑うのは、こんな風に相手に不快を与えることがあるので、やはり注意が必要ですね。はい。それから、ニヤニヤ笑うです。ニヤニヤは、ちょっと怪しい笑い方です。何かを企んでいるときや、何かを思い出して、一人で笑うときに使います。例えば、こんな風に使います。彼は面白いことを考えているのか、一人でニヤニヤしていた。これは彼が何か面白いアイデアでも浮かんで企んでいるのかなという感じがしますね。はい。次は、はははと笑うです。はははは普通に笑う時の表現です。英語のはははと同じです。こんな感じで使います。彼の冗談を聞いてみんなはははと笑った。それからわははもあります。わははははははよりも大きく笑うときに使います。
楽しそうに笑っているイメージですね。こんな感じで使います。面白い話を聞いて彼はわははと笑った。これははははと違って大きな声で楽しそうに笑っているのが伝わってきます。はい。それからヘラヘラ笑うです。ヘラヘラはちょっとバカっぽく笑うときに使います。真剣な場面なのに笑ってしまうときや適当にごまかすときにも使います。これを使って学生に怒ったことがありました。授業中おしゃべりをしていて注意したらヘラヘラ笑っていたので、ヘラヘラ笑いませんって言いました。ヘラヘラごまかし笑いをしたからですね。あんまり使いたくないけど、クラスの学生に対して時々使いますね。はい。それから最後に、あんまり使いませんが、ふふふとかうふふという笑い方もあります。小説なんかではよく使われているかもしれませんね。ふふふは落ち着いた感じの笑いです。ちょっと大人っぽい雰囲気の笑い方です。例えばこんな風に使います。彼女は手紙を読んで、ふふふっと微笑んだ。それから、うふふはちょっと可愛い笑い方です。女性が楽しいことを考えたり、嬉しくなったりした時によく使います。例えば、新しい服を買って、彼女はうふふっと笑った。みたいな感じですね。はい。こうしてみると、日本語には笑い方を表すオノマトペが本当にたくさんありますね。オノマトペを使うことで、日本語の会話がもっと自然で楽しくなりますので、よかったら使ってみてくださいね。こんな使い方でいいのかな、合ってるのかなと質問があったらいつでもコメント欄に書いてくださいね。はい。では今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。